はい、皆さんこんにちは。農学部の、浜本翔一郎と申します。私福島の土壌に関する研究については日が浅くてですね、先ほどの小暮先生や高橋先生のような素晴らしいご講演の後に、発表させていただくのは非常に恐縮なのですが、今現在取り組んでいる研究についてご報告させていただきたいと思います。で、私の方で注目しているのは土壌中におけるカリウム動態です。で、皆様ご存知の通り、作物へのセシウムの移行というものを考えたときに、土壌中でのカリウムの振る舞いっていうのは非常に重要なファクターになってくるわけでして、福島県内の畑地土壌においてカリウムはどのように存在していて、どのように移動するのかっていうのを調べてみました。で、本報告ですが、同じ農学部の二瓶先生との共同研究ということで進めているものでして、一部二瓶先生の方でご担当された実験結果についてもご紹介する形で進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。まず背景ですが、皆様ご存知の通り、2011年の東北大震災に続く福島第一原発事故により、大量の放射性セシウムが農地土壌に飛散いたしました。こちらの図は農林水産省の方で報告されました福島県内の農地土壌中の放射性セシウム濃度の分布推定図となっております。で、第一原発から北西方向にかけて高い濃度で放射性セシウムが農地土壌に分布したということが知られております。で、作物による放射性セシウム吸収抑制対策として一般的にはカリウム施肥という対策が講じられております。で、カリウムとセシウムはともにアルカリ金属でして化学的にも似た性質があるということから2によるセシウム吸収抑制に対してカリウムが競合する、そういった作用を利用しましてカリウム施肥というのが行われています。で、右側の図は土壌中の高簡体カリウム濃度に対して大豆の放射性セシウム濃度をプロットした図です。で、こちらが図に示すように高簡体カリウム濃度が上がりますとセシウム濃度が低下するということはよく知られていることかと思います。で、カリウム施肥量ですが、農林水産省の指針によりますと、例えば大豆の場合、放射性セシウム濃度が50ベクレルパーキログラムを超過するような地域については、作付け前の土壌中の交換性カリ含量の改善目標 50mg パー感度 100g 以上と。で、それ以下の地域については 25mg パー感度 100g 以上という改善目標が出されております。で、こちらの図は交換性カリ含量と大豆の作物の移行係数をプロットした図ですが、確かにこの赤色の線で示した 25mg 以上になりますと移行係数が低く抑えられるということがわかるかと思います。で、このようにカリウム施肥によって放射性セシウムの吸収抑制っていうのは一定の効果があるということが分かっておりますが、一方でカリウム施肥効果の低い土壌もあるということが分かっております。で、こちらの図は土壌の高簡体カリウム濃度と大豆のシーツの放射性セシウム濃度をプロットした図でして、3種類の土壌すべて大豆を作付けした土壌の結果なのですが、その結果を示しております。で、土壌 A、青色のプロットですが、こちらについては先ほど来ご説明している通りカリウム濃度が上がるとセシウム濃度が低く抑えられる土壌です。しかしながら、例えばこの三角の土壌 B のようにカリウムを投与しても交換性カリウムの濃度がなかなか上がらない。で、それに伴ってセシウム濃度も下がりにくいといった土壌もあります。で、この理由としましては、投与したカリウムが溶脱しているということが、現地の方では言われておりまして、カリ抜け土壌というふうなことも呼ばれております。で、一方、近くの土壌 D ですが、こちらカリウム濃度が上がりますと、セシウム濃度が下がるわけなんですが、土壌 A と比較して考えてみますと、同じ交換体カリウム濃度でも高い放射性セシウム濃度を維持しているというようなことです。このようなカリウム施肥効果の低い土壌について、適切なセシウム吸収抑制対策を講じるためにも、いわゆるこのようなカリウム問題土壌におけるカリウムの動態というものを調べる必要があると言います。
で、目的ですが、放射性セシウム吸収抑制効果の低い福島県内の20歳土壌において、摂取したカリウムの動態を明らかにするということを目的としております。で、大きく2つの実験を行いましたので、そのご報告をいたします。1つがカリウム添加試験。で、こちらは二瓶先生の方で実験をご担当いただいたものです。で、もう1つは40にカリウムを用いたカラム実験、となります。実験資料ですが、過去に福島県内で基準値を超過した大豆圃場と辛い土壌をサンプリングいたしました。で、土壌 A ですが、こちらは先ほどご説明したとおり、カリウムを摂取することで、手術中のセシウム濃度が低く抑えられる土壌です。で、土壌 B は、カリウムを摂取しても、土壌中の高簡体カリウム濃度がなかなか上がらないというような土壌になります。で、土壌 C は土壌 B と同様な報告をされている土壌になります。土壌 D はカリウムを摂取しますと、放射性セシウムの濃度は下がりますが、そもそもの手術中セシウム濃度が高いような土壌です。で、本報告では、地名の特定を控えるために、土壌名を A、B、C、D というふうに明記させていただきたいと思います。でこちらの表は各土壌 ABCD 土壌の土壌中のセシウム濃度、炭素含有率、土性の結果となっております。土壌 A と土壌 D は全量と高簡体セシウム濃度が比較的高い土壌でして、土壌 B は全量は高いですが高簡体のセシウム濃度が低い土壌。土壌 C は全量も高簡体もセシウム濃度が低いような土壌になります。炭素含有率ですが、土壌 C が最も低くて 0.6%、最も高いもので 2.6% となりました。土性ですが、土壌 A と土壌 D がともにライトグレー、で土壌 B、C が砂質土壌となります。それではカリウム添加試験の結果からご報告いたします。こちらの実験ですが、各土壌にカリウムを添加いたしまして、土壌中の高簡体カリウムおよび137セシウムの抽出量の変化を調べた実験となります。具体的な実験方法ですが、各土壌に10、20、30kg パージュアル相当のカリウムを添加いたしまして、圃場用水量の 60% で5日間培養いたしました。その後、錯案にて抽出し、その抽出液のカリウム濃度と137セシウム濃度を測定した実験となります。ここで K0 というのがカリウムを添加していないオリジナルの土壌になりまして、K10、K20、K30 がそれぞれ10、20、30kg 相当を加えた土壌となります。で、A、B、C、D すべての土壌でカリウムを添加しますと、抽出されるカリウム量というのは増加いたしますが、投与したカリウムに対して高簡体カリウムとして抽出された割合、その抽出率を見てみますと、土壌 A と土壌 D がほぼ 100% となったのに対して、土壌 B、特に土壌 C では 40% を切るといった結果になりました。続きまして、抽出された溶液中の高簡体137セシウムの濃度の結果となります。土壌 A を見ていただきますと、青色がカリを加えていない土壌で、赤、緑、紫の順番にカリウムを加えているのですが、カリウムを加えると、カリウム摂取量の増加に伴って高簡体のセシウム抽出量が低下するというような結果になりました。このことから、この理由の一つとして、カリウムが増加すると、セシウムは脱離しにくい粘土鉱物の構造へと変化したということが考えられますし、もしくは、もともと吸着していたセシウムが入ってきたカリウムと交換され、で飛び出たセシウムが固定体と移行したということも考えられるかなと思います。で、土壌 B、C については、そもそも抽出される高簡体セシウム量は少なく、またカリウム摂取量との関係も見られませんでした。土壌 D については、土壌 A とは逆にカリウム摂取量が増えますと、高簡体セシウムの抽出量が増えるような傾向が見られました。で、この理由の一つとして、投与したカリウムとセシウムが交換したというようなことが考えられます。
続きまして、42カリを用いたカラム実験の結果です。こちらはトレーサーとして42カリウムを用いまして、カラム実験により実際に与えたカリウムの土壌内挙動を把握するというような実験となります。カラム実験の実験方法ですが、内径5センチ、高さ20センチの高さ2センチのアクリルカラムを10個つなげて、高さ20センチのアクリル製カラムを作成いたしました。各カラムに土壌を充填します。地表面から4センチの箇所につきましては、42カリウムを添加した KCl 領域を、42カリウムを混入した KCl 領域を添加いたしました。42カリウムの抽出や使用については、RI 施設の方々に大変お世話になりました。KCl のカリウムの添加量ですが、事故前の観光的な施肥量に合わせまして 6.6mg カリウムパー 100g 感度と、事故後のセシウム吸収抑制対策として講じられている施肥量に合わせまして 66mg カリウムパー 100g 感度、この2条件でカリウムを添加いたしました。こちらに示すような散水装置を用いまして、カラム上部から30ミリパワーで約1時間散水いたしました。こちらの写真が実際の装置図となります。測定項目ですが、散水後、カラムを2センチごとに分割いたしまして、42カリウム、137セシウムの全量、含水比 EC、pH、また水抽出と錯暗抽出で得られる溶液の各種イオン濃度と、42カリウム、137セシウムの濃度を測定いたしました。なお、本報告では水抽出に得られた測定値を水溶性イオン、錯暗抽出から水抽出を差し引いた測定値を高簡体イオン、全量から錯暗抽出を差し引いたものを固定体イオンとして定義させていただきます。42カリウムと137セシウムは、ともに RI 施設内でゲルマニウム半導体検出機により測定いたしました。それでは、カラム試験の結果となります。まず、予備試験としまして、豊浦砂ですね、砂を充填したものの実験結果となります。左側の図が含水比と電気伝導度のカラム内の震度分布、1時間散水した後の震度分布となります。青色の含水比の結果を見ていただくと分かる通り、水は最下層まで移動しているということが分かると思います。電気伝導度を見ますと、深さ9センチ、10センチ程度で高い値となりました。土壌中の42カリウム濃度、豊浦砂中の42カリウム濃度の震度分布が右側の図にあります。散水前は深さ4センチまでにしか42カリウムは存在していないのですが、散水によって42カリウムは下方まで移動し、9センチの付近でピークを持つような分布になりました。このように投与したカリウムが降雨によって下方へと移動したということがわかるかと思います。それでは土壌 A のカラム試験の結果となります。土壌 A は先ほどもご説明しましたが、カリウムを施肥することで手術中のセシウム濃度が下がったカリウム施肥効果のある土壌という位置づけです。左側の図は含水比と電気伝導度の散水後の震度分布となります。含水比を見ていただきますと、水はおよそ13センチ程度まで含水比が増加していますので、水がこの程度まで移動したということが分かります。また、電気伝導度は9センチのところでピークとなりました。一方、42カリウムの震度分布なのですが、深さ5センチまでしか検出されませんでした。EC のピークは深さ9センチまであったのですが、カリウムについては深さ5センチまでしか移動していないということになります。また、存在形態を確認してみますと、大部分が高簡体として存在しているということが分かります。続きまして、土壌 B、C の結果です。土壌 B、C はカリウムを施肥しても高簡体カリウム濃度が上がらないと言われている土壌になります。土壌 B の含水比と EC の散水後の震度分布ですが、水は散水によって深さ11センチまで移動したということが分かります。また EC ですが、深さ9センチ程度でピークを持ちました。
42カリウム濃度の深度分布を見ますと、土壌 A と同じく深さ5センチまでしか移動しておらず、存在形態を見ますと、固定体としての存在割合が高いということが分かります。一方、土壌 C ですが、土壌 B と同様な結果が得られましたので、詳細は割愛いたしますが、42カリウム濃度の深度分布は同じく土壌 B と同じく5センチまでで検出され、固定体の存在割合というものが土壌 A に比べて高いという結果が得られました。続きまして、土壌 D の結果です。土壌 D はカリウム施肥による集中のセシウム濃度の低減効果がありますが、そもそものセシウム濃度が高いというような土壌です。こちら、含水比の結果を見ていきますと、最下層付近まで含水比が上昇し、EC につきましては7から9センチで高い値を示しました。土壌中の42カリウムの濃度分布ですが、他の酸土壌と異なりまして、深さ7センチにおいても42カリウムが検出されました。このことから土壌 D につきましては投与したカリウムの移動性が高いということが考えられます。また存在形態を見ても水溶性水抽出で抽出されるカリウム分水溶性のカリウムっていうのが多いということが分かります。各土壌における42カリウムの存在形態について増肥区と観光区でそれぞれ表にまとめました。増肥区の方で見てみますと、土壌 A については他の土壌に比べて交換体が、土壌 B、C については固定体、土壌 D については水溶性のカリウムが多いということが分かりました。また、観光の施肥料としてカリウムを与えたものと増肥区で比較をいたしますと、土壌 A については各存在形態の割合については変わりませんが、土壌 B、C については固定体の存在割合が増肥区で増加する傾向がある。また土壌 D については水溶性の存在割合が増えて固定体の存在割合が下がるというような結果が得られました。続きまして、カラムを解体した後の各土壌における137セシウムの深度分布の結果となります。土壌 A、B、D につきまして137セシウムの結果を示しております。ほとんどすべての土壌で137セシウムは固定体として存在していることが分かりました。また投与したカリウムは最初4センチまで存在しており、散水によって深さ5センチないしは7センチまで移動した結果にはなっているのですが、その深さにおいて特に137セシウムの存在形態が変わったというようなことは見られませんでした。この結果につきましては先ほどお見せしたカリウム添加試験の結果とは相違する点になってくるかと思います。各土壌のまとめですが、土壌 A につきましては、摂取したカリウムの多くが交換体として存在していることが分かりました。セシウムに対する競合イオンとしてカリウムが機能して、燃によるセシウム吸収抑制に効果を発揮している土壌といえます。土壌 B、C はそもそもカリウムの溶脱によって交換体カリウムが上がらないと言われてきた土壌だったんですが、実際に調べてみると固定体カリウムとしての存在割合が高く、これによって土壌中の交換体カリウムが増加しなかったということが考えられます。土壌 D は C 中のセシウム濃度がそもそも高い土壌だったのですが、投与したカリウムの水溶成分の存在割合が高いということが分かりました。このことから長期的に見ればカリウム溶脱の可能性ということも考えられるかと思います。ここまでがカラム実験、室内試験のメインの成果なのですが、補足的なデータについてもご紹介したいと思います。こちらの棒グラフですが、福島県農業総合センターからいただきました平成25年度の現場試験データとなっておりまして、土壌の交換性カリウム含量の7月から10月までの推移を示しております。青色が土壌 Aで、赤色が水溶成分が多いと分かりました土壌 D になるのですが、土壌 A についてはさほど7月から10月で多少減ってはいますが変わらないのに対して、土壌 D については7月から8月にかけて
交換性カリウム含量が大きく下がっているという結果になりました。その理由の一つとして、投与したカリウムが容脱しているということも考えられるのではないかなというふうに思います。また、データをお示ししておりませんが、同じ実験にて、ともにゼオライトを使用いたしますと、7月から10月にかけて交換体カリウム濃度は土壌 A、土壌 D ともに安定するというような結果も得られております。続きまして、交換体カリウムの保持容量に関する結果です。こちらは各土壌に K シールを添加して、その後 KO1 によって pH を調整した実験です。1時間浸透させまして、上澄みを捨て水で3回洗浄すると。で、錯暗で交換体カリウムを抽出するというような実験になります。で、抽出された交換体カリウム濃度を交換体カリウム保持容量というふうに定義いたしました。横軸が pH で縦軸が交換体カリウム濃度なのですが、一般的な土壌 pH の5から6付近で見ますと、カリウム保持容量が最も高いものが土壌 A、次いで土壌 C、B、D の順番に低下いたしました。交換体カリウムの存在割合が最も高いというのが土壌 A だというのは、カラム実験の方でも確認されていますので、整合性が取れる結果ではないかなというふうに思っております。また、土壌 B、C につきましては、pH によるカリウム保持容量に変化は見られませんでした。このことから、カリウムの保持というものは、永久過電由来であるという可能性が示唆されます。また、土壌 D については、カリウム保持に対して、顕著な pH 依存性が見られましたので、pH 依存性の過電が存在しているということが考えられます。X 線解説の結果なのですが、すべての土壌での結果は出ておらず、固定体の存在割合が高いという結果が出ました土壌 C と、水溶性の存在割合が高いという結果が出ました土壌 D のこの2つの土壌についてのみ結果が出ておりますのでご報告いたしますと、土壌 C については2対1型の粘土鉱物のピークが見られ、特にバンビキュライトのピークが強く見られました。こちらセシウムになっているんですが、カリウムも同じようにこういったFES のようなサイトに強く固定されるのではないかなというふうに考えております。土壌 D の方につきましては、2対1型のピークは弱く、一方で1対1型、カオリン鉱物などのピークが見られたことと、あと、すべて4土壌の中では最も有機物が多いこと。また、本報告では定量しておりませんが、例えばアルフェンなどの鉱物が存在していれば、これらはすべて pH 依存性の過電ですので、こういったものの存在によってカリウムの土壌への吸着性が低い土壌だというようなことが考えられます。はい、それでは今後の課題なのですが、異なる物理特性、鉱物組成や食水分、乾燥密度を有する土壌を用いて、本実験で行ったようなカリウム動態の把握というものをさらに実験データを蓄積してまいりたいなと思います。また、カリウム使用後の長期的なカリウムとセシウムの動態把握というものを調べる必要があります。また、根土壌間でのカリウムおよびセシウム動態についても研究を開始する予定になっております。最終的には、潜在的なセシウム吸収リスクのある土壌の把握と、その要因解明というものにつなげてまいりたいなと思っております。最後に謝辞ですが、福島県農業総合センター、東北農研の方々には、本研究を進める上で大変お世話になりました。この場を借りてお礼を申し上げます。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。